不動産屋さんの階段へようこそ。川や湖のような水場ではいろいろな怪奇現象を耳にしますが、これは東京と山梨にまたがる奥多摩湖で起きたお話です。このお話をくださった方を仮に宮城さんとお呼びします。今からだいぶ前の1980年ぐらいの頃でした。宮城さんはご両親と3人で夏の奥多摩湖を旅行したそうです。奥多摩湖にはニジマスブラックバスなどがたくさん釣れるので、今回は宿を長く取り、宮城さんとお父さんはゆっくり釣りを楽しむことにしました。宮城さん一家が泊まる宿は家族経営の民宿で、おかみさんとご亭主が親切にもてなしてくれたそうです。おかみさんに部屋を案内されると、宮城さんたちは釣りをしに奥多摩湖に来たと話しました。するとおかみさんが釣りにいらしたんですかと笑顔になり、ちょっと雑談で泊まり客から聞いたいろんな釣りの話をしてくれました。宮城さんとお父さんが一通り話を聞いていると、最後におかみさんは急に真剣な口調で、ところで奥多摩湖は夜釣りはダメですからね。夜釣りは絶対行かない方が良いですよ。たたられますからね。と意外な忠告をしたそうです。どうやらここのおかみさんだけでなく、この地元では周知の事柄のようで、誰も夜釣りには行かないと分かりました。奥多摩湖はもともと多摩川上流をせき止めてダムを建設した時にできた人工の湖で、湖の底に沈んでいる村の住人の霊や川の渓谷で亡くなったたくさんの花魁の霊が今でもさまよっているとか、また現代でも身を投げて命を絶つ人がたくさんいるとかで、負の名所の一面もあるということでした。ただし昼間に釣りに行く限り呪われたりたたられたりすることはないようでした。宮城さんとお父さんは半信半疑ではありましたが、宮城さんのお母さんが少し霊感があったので、こういった迷信じみた話にも耳を傾けました。ところでその日、宮城さん一家だけでなく、もう一組家族連れの泊まり客がいました。仮にその家族を A さん家族としますが、ちょうど隣の部屋に泊まっていたそうです。軽く挨拶を交わすと、その A さん家族も宮城さんと同様、奥多摩湖に釣りに来ているということでした。そこでおかみさんから A さんも、夜釣りはやめてくださいね、たたられますから、と忠告されたということでした。でもその家族連れの A さんはバカバカしいという感じで、自分はそんなことを気にしませんよ、夜釣りには行くつもりですと平然と言っていたそうです。そして日が暮れて暗くなると、その家族連れの A さんはおかみさんの忠告を無視して一人で釣りに出かけていきました。宮城さん親子は、地元の人が言う呪いやたたりを全く気にしない人はいるからねと話していました。それから少し経って遅めの夕食に、あの A さんが夜釣りから一旦宿に帰ってきたそうです。そこで宮城さんに会うと A さんは、いやー夜はすごく釣れますよと興奮気味に話しかけてきました。ああそうですか、よかったですねと宮城さんが言うと、驚くほど釣れますよ。自分だけじゃなく他にも明かりが見えていたので、何組か夜釣りに出ているみたいですよというので、宮城さんは内心、やっぱりたたりを信じない旅行客は結構いるんだなと思いました。すると A さんは、どうです、この後一緒に行きませんかと宮城さんを夜釣りに誘ったそうです。でも宮城さんは、もう今夜は疲れているので部屋で休みますと言ってうまく断りました。実は宮城さんたちは夜釣りをするつもりは毛頭ありませんでした。なぜなら今日一日観光に回っていた霊感のあるお母さんが
奥多摩湖をひどく嫌がって早く帰りたがっていたのです。お母さんにはとても長居はできないようで、奥多摩湖での釣りはしない方がいいと言って、特に宮城さんとお父さんが夜釣りに行くのを止めていたのです。さて、そういうわけで夕食が済むと、宮城さん親子は部屋で休み、隣の家族連れは旦那さんの A さんがまた夜釣りに出かけていきました。それからだいぶ時間が経って夜もすっかり更け、宮城さんの両親はすでに寝ていました。宮城さんは起きていましたが、隣の部屋の家族の A さんだけがまだ夜釣りから戻っていないようで、家族も少し心配しているようでした。確かに結構な時間だったので、宮城さんはふと嫌な予感がしてきたそうです。そしてとうとう真夜中になっても A さんは戻っていないようで、こんな遅くなるのはちょっとおかしいと思いました。するとしばらくして宿の中がわさわさしてきたそうです。どうしたんだろうと宮城さんが廊下に出ると、宿の亭主が出かけるところで、亭主も A さんがいまだに帰らないことを不審に思い、今から奥多摩湖に様子を見に行くところですと言いました。そしてそれと同時におかみさんも急いで警察に泊まり客が夜釣りから戻らないと連絡をしたそうです。宮城さんはさすがに眠気も覚めてしまい、宿は騒然となりました。すると間もなく警察の捜索で A さんが見つかったという連絡が入りました。一報を聞いて家族も宿の人もとりあえずほっと安堵したそうです。警察の話だと A さんは湖のほとりで気を失って倒れているところを発見されたということでした。救助が介抱し意識を取り戻すと A さんはひどく動揺していたそうで、とにかく落ち着かせてから一体何があったのか話を聞いたそうです。さて A さんの話はこうでした。夕食後また再び湖の同じ釣り場に戻ると、もう辺りは一段と暗くなっており、湖は静かに月明かりを照らしていました。暗闇の中、周りには他の釣り人たちの明かりだけがポツンポツンとところどころに灯っているのが見えました。それを見て、こりゃまだ釣れてるようだなとウキウキして A さんも早速夜釣りを再開しました。しばらくはとにかく次から次へとよく釣れていたそうです。A さんはすっかり夢中になっていたので、自分の周りの他のことには注意がいきませんでした。するとふと気がつくと A さんの視界の端にちらっと明るいものが見えました。はっとして顔を上げると、他の釣り人の明かりが A さんの方に近づいていることに気がつきました。ゆっくりとその明かりは A さんのそばまで来たので、 A さんは何気なく「こんばんは」とそのそばに来た釣り人に声をかけました。すると相手からは何の返事もありませんでした。 A さんはあれ変だなと違和感を感じ、改めてその明かりをよく見ると A さんは驚愕したそうです。それは釣り人の明かりなんかじゃなく人玉だったのです。そこにはぼーっと青白く燃える火の玉が浮かんでいました。すると釣り人たちが灯しているのだと思っていた周りの明かりもすべて人玉で、ゆらゆらと不気味に空中で燃えていたそうです。A さんはここで生きている人間は自分だけだったと分かると、恐怖で凍りついたように動けなくなり、その後の記憶が全くないんですということでした。どうやら意識がなくなり倒れていたようで、気がつくと警察に救助されていたそうです。
さて次の日でした。やはりそんな体験をした A さんはすっかり怖くなり、おじけづいてもう釣りどころではなくなったようでした。急遽宿泊を途中で切り上げて家族と家に帰ることにしたそうです。そして車で来ていた A さん家族は逃げるように奥多摩湖の宿を立ちました。そしてさらに次の日でした。朝、警察がまた宿にやってきたそうです。宮城さんはどうしたんだろうと思いました。すると警察は宿のおかみさんとご亭主に報告に来たそうで、昨日ここを立った A さん家族の車が奥多摩湖周遊道路で大事故を起こし、 A さん家族は全員死亡したということでした。全員即死だったそうです。それを聞いた宮城さんは鳥肌が立ちました。するとおかみさんは震える声で、たたりです。奥多摩湖で夜釣りをするとたたられると忠告したのに、と残念そうに言ったそうです。確かに因果関係は分かりませんが、こんな偶然はないと思うと、たたりというのもあるのかもしれないと宮城さんは思いました。その後、宮城さん親子は奥多摩湖の観光スポットを巡ったそうですが、有名な心霊スポットの花魁淵の周辺に行った時でした。宮城さんとお父さんが車から出て渓谷を眺めに行こうとすると、なぜかお母さんだけは車の外に出ることができませんでした。後でお母さんから聞いた話では、あの花魁淵ではたくさんの霊がさまよっていたそうで、宮城さん親子の車の周りをぐるぐるとずっと回っていたそうです。それでお母さんは車からとても降りることができず、車内でずっとお経を唱えていたということでした。もし霊感のあるお母さんが一緒に旅行に来なかったら、宮城さんもお父さんもあの夜 A さんに誘われて夜釣りに出かけてしまったかもしれません。そしてどうなっていたかと思うと背筋が冷たくなりますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。